私も撮ろはい、ではよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、横浜在住の足つぼ豊先生のところに来て、先生じゃないです足つぼをやらせていただきます。適当ですからいつも前から強さの希望ってあるんですか？ミディアムぐらいがいいですかね。ミディアムぐらい。ミディアムぐらいでもね、でもどんなのでも大丈夫です自分。あ、そうですか。もしすごく痛かったら言ってください。はい、言います。すごい。ワンちゃん寝ちゃったんですね。ワンコこれね、いびきが結構うるさいんですいません。じゃあ棒を使っていきます。はい。どうでしょうか。結構棒って感じですね。強め棒かも。でもなかなかいい感じです。この中の老廃物をかき出すには、やはり棒は最適ですよね。棒が最適。この圧を維持したまま、デトックスラインを流してるっていう感じですよね。なるほど。うわ今もうバレたかもしれない自分の弱いところなんかそこ下がって笑ったでしょ。なんかもうもうやばい。そこも結構きてる。豊先生って足つぼはしょっちゅう受けには行かれるんですか？最近はあんまり受けてないですけど、でも周りにマッサージ関係の友達が割と多いので、なんか結構動画撮影とかで最近来てもらって、それで受けるっていうのはありましたけどもね。ちょこちょこ動画も見てるんですけど、なんか鍼灸師さん、そう鍼灸師の先生だ方ったりとか、あと足つぼをやってる子だったりとか、あとアロマセラピーやってる友達とかね、結構なんか、女の子とか、あとエサレンマッサージとかもねいるんだけど。そうなんですね。痛いですか？まあ痛いですね。まあというかね、自分もこれ始めた時すごく首の反射区がめちゃめちゃ痛くて、今耐えられるぐらいになってるんですけど、もうほんと最初触られるだけで飛び上がるような痛みが。そうなんですね。うちのお店でも、もうほぼほぼ8割9割の方痛がりますから。本当。やっぱこの頭の周辺ってやっぱ皆さん痛がりますよね。目が今だいたい 15% から 20% くらいでやっております。これでマジか。これでか。これでいろいろ体重移動がこうなってきますと圧がどんどん変わっていきますので。やばい体重移動いいです今日。かしこまりました体重移動、いやうちのお店だとだいたい平均で5回目以降になってきますと、最初そのぐらいのパーセンテージでも70から100までいく人もいますね。これで15でこれの倍、3倍ぐらいの力ってことでしょ信じられない。ちょっと強めな感じですね。でも効いてる感じはあります。でもすごくこのぐらいで十分いい。これぐらいでいいです、はい、大丈夫です。かしこまりました。
う聞きました。脳下垂体。はい、脳下垂体です。痛い。頭と体のバランスが頭の体のバランスが取れてない。その通りでございます。もうでも戻りは早いですね。戻りは早い。さすがリカバリーさんですね。いや戻りがものすごい遅い人いますからね。いますよね。なんかこうへこんだままっていう感じの人、確かにいるかもしれない。その持ち方初めて見たわ。その指こうじゃないとちょっとやりづらくてですね。これ初めて見た。これなかなか面白い持ち方ですね。これ以外だとできないんですよ。こうとかだとちょっとこう当たっちゃったりとかするので、これでカバーしちゃうんですよ。なんか距離を置いて、距離を、すごい。いや面白いわ。すごい効いてる。なんで指先は自律神経ですもんね。そうなんだ。はい。自律神経失調症かしら。でも豊先生すごいですよね。英語。英語ね。喋れますから。でもほらリカバリーさんもオーストラリアにいらっしゃったから。行きましたけれども、1年間行きましたけれども、あそこまでは喋れないです。本当に日常会話を、本当買い物だったりとか、そういう時に負けやなみたいな感じで言ってたぐらいなんで。そうなんだ。リンパリンパ。脳まで響きますね。ここら辺にそうですか。脳まできますね。なんかこうゾワゾワっていう感じが、ここら辺のこめかみのあたりがゾワゾワする。最近ご自身のケアっていうのはそのコラボ動画で撮影してこう癒されてるような感じなんですかね。そうですね。あとはもうひたすら自分で揉むっていう感じですけど、セルフケアで。セルフケアみたいな感じでね。この間なんかライブ配信されてましたね。適当セルフケアですけどね、あれももう本当に。いやでも皆さんすごくためになって喜んでらっしゃると思いますけどね。あれ見て一緒にやってる人いたらなんかもう途中でやめちゃってるんだからもうあれ怖いよ。気持ちいい。こう2本ですとやっぱり皆さん気持ちいいって言いますね。1本ですと当たりやっぱ強くなりますよね。強い。こういうと当たり弱くなりますもんね。当たりが弱い。でもなんかでも皆さんが結構気持ちいいっていうのはこれなんですよね。それが一番そうだね。方向結腸いきました。方向結腸。足つぼやり始めたきっかけって豊先生は何なんですか？きっかけは、カナダに1年間ワーキングホリデーで行ってて、それで帰ってきて、でもう一回カナダ行きたいけれども、何かこう特別な技術があった方がいいかなとか思って、それでなんか足つぼっていうかリフレクソロジーですね、当時の、英国式リフレクソロジー。じゃあもう指の腹でこうそうサムウォーク、こういった感じでそう動かしていきますよね。そうそれのね学校に
て、はい、でもなんかそれ勉強したらもっとなんかハマってというか、はい、もっと勉強したいなみたいな感じになって、でカナダに戻って、はい、でまたもう一回アロマセラピーの学校か、はい、最初行ってそこで6ヶ月のコースかな、はい、そこ取って、でその途中で台湾式の足つぼの学校があったんで、そこに行って、そこでちょっと痛い系の足つぼ勉強してみたいな。あ、そうだったんですね。そう大丈夫？ごめんなさい。取れてないのかもって思っちゃいました。あ、取れてました。取れてた？よかった。ごめんなさい。これ取れてない時の衝撃がすごいよね。ですよね。すいません、いつものカメラのアプリですと、秒数がこう出るんですけど、今オープンカメラのやつ出なかったんですよ。あ、本当？なのでちょっと今不安になっちゃいまして、10分しっかり撮れてましたよかった。取れてた。よかった。ごめんなさい、ちょっと途中からになっちゃいます。10分やったのにみたいなね感じになっちゃったらね。ですね。まあ最初数字出ますね。最初数字出て、カメラのマークが青から赤になれば大丈夫ってことですね。あ、本当。すいません。いいえ、全然こっちは。このアプリ慣れてなくてですね。大丈夫。こっちはもうずっとあたふたしてるところも撮ってるから。LG 集で。LG 集も全部。サブチャンで流してください。ああ。それ棒ですよね。棒ですね。棒の細い方？太い方？あ、よくわかりました。細い方です。あ、細い方。太い方使います？あ、もうこれですけどね。もう細い方に関しては、例えばこの有線やるときとか、もうつぼ押しをするときにちょっと使う程度ですね。でこうなぞってきてっていう感じで。属心でしたかね。ああ、ツボの名前？はい、あ、自分全然知らないです。経絡系全然知らない。有線、最初有線であたふたしてるぐらい。ああ、内定とかあったっけな。ああ、そこ失眠？そうですね、失眠ですね。おもろい。ワンちゃん爆睡ですね。ワンちゃん爆睡ですよ。もう安定の爆睡ですよ。安定だ。もう本当にね、なんかもうマッサージしてると横に来たがって。はい。あ、起きた。たまにこの胃のところとか膵臓とか、十二指腸のあたりなんかもすごいこう腫れる人っていませんか？腫れる人、なんかこの間いらっしゃったんですよ。あ、本当。ものすごいこうポコンとこう十二指腸のところが膨らんでた。それっていうのは脂肪の塊なんですかね。それともちょっとまあ、急にできた感じだったんで、ちょっと病院に行かれた方がいいですかねっていうような話もしちゃったんですけどね。いやー、腫れてる人、なんかちょっと硬くなってる人は多いですよね。この胃のところとか、あとデトックスラインとか。気持ちいい。あ、本当ですか？こう今、頭の前面に来てます。前面に刺激がこうもわ豊先生にそうやって言われると嬉しいですね。もう先生言うのやめてください。本当もうね。今日来れてすごく嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそ遠いところね、本当に。動画で見てるお部屋だと思って。動画で見る部屋。そうだよね。なんか自分も多分ずっとこう見てる YouTuber の人とかのところに行ったら多分、ここあれだみたいな感じで思うかもしれない。
いや浜松から来た甲斐がありましたね。ほんといろんなお土産までもいただいて、いえいえいえ、本当に家族の皆様で食べてください、ありがとうございます。いやー、すごいすごい。おお、ああ気持ちいい。やっぱこうもいろいろ話したことあって気持ちいいですよね。最近こうがやってて面白いですね。なんかね。あ、僕もです。あ、本当。なんかこうそこ多分肩甲骨とかのライン今探してましたよね。ここら辺。ここですよね。なんかそこのラインを探すのが結構面白くて。なんかマニアックなあれですけど。そうですね。これが三半規管でしたね。三半規管。横隔膜と喉とで扁桃腺として下顎上郭と。素晴らしい。いえいえいえ。いやもうおお今豊先生のこの視聴者の割合ってもう海外の方ばっかりですか？いや、そうでもないですよ。いやーとね65% ぐらいが日本の方かな。もうちょっと上かな。でも70までいかない。すごいですね。約3割ぐらいは。そう、3割ぐらいが外国の人だったような。でもちょっと今うろ覚えですけど、でもそんなに自分もね結構海外の人の方がパーセンテージ高いかなと思ったら、そうでもない。意外と日本人の方が多いですね。そうなんですね。そうなんですよ。これでこちらの足が終了。はい、ありがとうございます。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。ありがとうございます。で、反対よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。右足です。右足です。結構この辺も来てますよね。胃のあたりね。こっち側は結構左がこうもうなんか潰れてるような感じで、ジョリジョリがすごい残ってるんだけど、こっちがちょっとそうですね。なんかまだ圧があるみたいな感じ。こっちがあんまりやってないからね。なんかね、左足ばっかりやってしまう。あ、そうなんですね。いやすごいです。リンパがちょっと溜まりやすいですから、ちょっとあんまり好きじゃないですかね。いや、なんかね、高速で動いてる映画面白いから今動画で見てたらなんかこうすごいこうなんかもう映画面白いなと思って。叩くのあんまりやらないんですけどね。なんかこうお客さんがなんかなんかちょっとあーってなってる時にこうバンバン叩くとなんか起こしちゃうような感じがして。そうですよ。でも全然自分はね、結構やっぱり腎臓とかそこら辺は痛いですね。この間コメントでですね、解説動画も含めてのコーダ法っていう動画が出たんですけど、その時にちょっとこう
テロップ出した時にですね、解説の、ちょっと音もつけたんですよ。そしたらやっぱり寝そうな時にその音がされるとちょっとびっくりしちゃいますみたいなコメントが叩く音じゃなくてテロップ出る時のポンっていう音です。サウンドの音ですね。そうだね。助言をいただきましてですね、はい、なので本当に見てくださってる方からこう、助言、アドバイスっていただけるのですごく助かってますね。でも自分も最初そうでしたね、結構最初上げたばっかりのことなんかもう、あんまり会話とか入れたくなかったから、逆に音楽を BGM を後から載せて出したら、なんかあんまり BGM は聴きたくないみたいな人が多くて、生の音がいいっていう。そうですよね。意外だなって最初はちょっと思ったんですけどね。こう見てるので眠くなるというか、それを求めてる人が多いのかなみたいな感じで。そうですね。痛いですか？痛いですね。でも心地よいです。取れてなかったりして大丈夫？取れてないか。ちょっと一回止めます。大丈夫そう？大丈夫そうですか？痛いですか？自分もそのつまむ技よくやるんだけど、これ痛いとか言ってよく言われるんだけど、やっぱやられると痛いですね。すごいね。うわ破壊力あるわ。その頸椎も痛い。でこうやって受けますとこう実際、こう高先生がやってらっしゃる方の気持ちが分かるという。分かる、めっちゃ分かるっていうか、痛っ。右足痛いね。なんだこれ。やっぱ右足の方がちょっとサボってるからね、ちょっとね自分やるのね。同じやつですからね。本当。15% 圧これで。そうですね。マジか。いや右足が痛いな。でもちょっと柔らかくなった。そっち側に行くと大丈夫。そうですね、ちょっと柔らかくなりました。いやそうだね。やっぱ自分でやらないとダメだなこれ。なんかセルフケアですか？セルフケアね。ちょっと右足をちょっと重点的にやろう。昔になんか友達のところで足つぼを受けて、すんごいなんかもうそれまでもう全然、もう自分でやっても全然痛くないから、もう結構良くなってるんだろうなと思って、その友達に受けたらめちゃめちゃ痛くて、まだ全然足りないんだとか思って。そうなんですね。この持ち方素敵ですね。この持ち方この手がいいわ。手がこうなんかブランデーをこうブランデーグラスをこうあれするような。初めて見ました。すごくそういう方。すごくいいです、ね。言われるとちょっとやりづらくなっちゃう。やりづらくなっちゃう。ごめんなさい。いや大丈夫ですよ。面白いところ。でも普段棒を使うんですか？最近になって、使うようになりました。使うといっても全てじゃなくてですね、大体半々ぐらいですね。指の関節とこのつぼ押し棒半々ぐらいですね。ちょっとやりづらい箇所も自分なりにちょっとあるので、あるよね。そういったところはなので使い分けっていう形でやってます。で意外と指でやるよりもですね、こうつぼ押し棒でやった方が案外すっきりするっていう方も中にいらっしゃるので、なのでそこもお客様によって使い分ける感じでやってますね。なるほどね。気持ちいい。足やるとすっきりしますよね。足は一番全身すっきりするっていうような感じですよね。すっきりする。
ですよ。あれ足以外もやるんでしたっけ？なんか足以外ですか、足以外にもボディケアやったりとかですね。はい。メインはどちら？大体ですね、うちのお客様は8割ぐらいはもうセットコースですね。足つぼとボディケアのセットっていう感じでやります。そっかそっか。はい。そうだよね。なんか足つぼやって腕やね体もっていう流れだと。そうするとですね、こう足先から頭の先まで全部やっぱりできるようになるので。なるほどね。はい。私も豊先生も太鼓式の資格はやってないっていう太式ねそう私はただ単にやるちょっとスペース的にマットを引くスペースがなくてですね、それでちょっとやらなくなってるんですけど、なるほどね。はい。自分もスペースがなくちゃスペースがないし太鼓式はどちらでなんかすごいですね。なんか大丈夫ですか？大丈夫かな太式はカナダで個人レッスンを受けてきたというか、カナダ人の先生で多分チェンマイ式のそうオールドメディソンだかなんだか、あそこで勉強した人に、個人的に習ってマンツーマで習ったってことですか？であとはもう本当に独学すごいですね。独学でも選ばれて本買ったりビデオ見たりとかで、スイートやってなかったですね。思い出しました。やり忘れた。自分も忘れてるから大丈夫。もうおかず痛い。っていうか結構なんか受けててなんかそうだね、なんかこうあんまりどこやり忘れてるとかなんかそういうのあんまり気にしないで。やっぱこれ細いのにするとやっぱ変わりますよね。細いのだと結構あれですよね、ピンポイント的になんか入りますね。入りますよね。でこの広い面ですと、1.6 センチなんですけれど、私の関節のこの広さよりも広いんですよ、実は。なのでこっちでやる方がグッと入ってくるっていう人もいるんで、入りますね入りますねこれは確かに、そっちの方がね強い。なんかこう当たりがちょっとこっちだと弱くなるんですよね。でも変わらずだけど変わらずですあんまり変わらない。でもさっきのなんか体の方がちょっと今体が乗ってきてたんだって感じ。うわーっつって。なるほどですね。でもすごくラッキーです、こう受けられるのは。今日すごい楽しみできました。豊先生に受けられるの。いやもうちょっとね親指負傷中なんですけどね。大丈夫ですか？ちょっとねアイロンがけしてたらねなんか変なところをアイロンがけでなんかこうずっと当たっててなんか痛いなと思って。時間差でそうでなんかあれ腫れてきてるとか思ってやばいとか思って、でも多分ここあんま使わないと思うから大丈夫。梅雨の季節だからね。そうですね。多分開けるのもちょっと遅いですよね。関東付近だと確か8月入っちゃうかもみたいなこと言ってましたね。本当よ。本当これで 15% なのなんかもう、結構な圧。お客さんすごいトレーニングされてるんですよね。70% が受けられるって。大体ちょっとすぐ痛がる方はゴルフボールとかでご自身でちょっと刺激してみてくださいとか、あとは健康スリッパ、室内とかであれば、外であれば健康サンダルとかでちょっと足裏刺激しといてくださいというような形で、そうすると結構刺激慣れされて次回とか来られるので。なるほど。
げたいですよね。自分でねやらなきゃいけないっていうのもあるけど、若干足がしびれてきたかもしれません。しびれてきてる。その座り方ね。ちょっとごめんなさいね。なんかいや普段のなんかあれじゃないでしょうね。多分正座慣れしてる人はね、あるかもしれない。自分でその人をダメにするソファーにこうふんずりこってやってたりとかしない。終わったらもうそこにドカッとこうなんかこうなる。なんかサブチャンネルの方でなんか寝ながら撮られてるのがありましたかね。あったかもしれない。もう適当サブチャンネルなんで、あれも本当あんまり考えないでやってる。すごい。ここは完全にリンパですよね。上半身下半身でしたね。すごいです。すごい。でもありがたいです。こちらからのアングルを取っていただいて。いや本当ダブルで。喉。いやでも気持ちいいです。やってもらえて。ごめんなさい、あんまりちょっと音立てると。いや大丈夫。起こしちゃう。うちのワンコね。いいよ全然。ホリホリしない。もうこのカーペットが。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。